はい、こんにちは。柴崎ですよ。ねえ、お元気ですか？はい。柴崎も今日も元気に絵を描いてます。さて、柴崎はね、今こんなところに来てます。ねえ、緑いっぱいで素敵でしょ？今日はこの風景を描いてみようと思います。さあ、どんな絵になるかね。では、ゆっくりご覧くださいね。さあ、それではね、描いてみましょう。まず地面の部分からですね、描いてから大きな木の塊の当たりをつけて、そして建物へとだんだん小さいものですね、そういう形に描き進めていきます。こんな具合ですね。そして雲は今日風が強いからね、どんどん形が変わるから、大体ですね。はい、ほらこんな風景ですよね。さっきご覧になった通りです。では空から塗っていきましょう。まず水平線に近い部分ですね。このように暖色で始まります。たっぷりの色と絵の具ですね。たっぷりのお水と絵の具ですね。はい。今日はあんまり晴れていないんですよね。曇天っていう感じですので、雲もそれほど白くなくてね、いわゆるグレーの色をしています。雲の形ね、今日のようなお天気だとどんどんもう変化していくんですよね。だからもうあんまり丁寧に描くっていうよりも、なんとなく空にあるその雲の存在感ですね、それを描こうっていうぐらいの楽な気持ちで描いてみようと思います。よいしょっと流れてきたのをちょっとこれすくい取ってね。はい。ね、この、空描くときはもう透明水彩のね、力が発揮できる時ですよね。広い面積をこのウェットイントでね、わーっと描いていく。楽しいですね。はい、こんな感じでしょうか。大体今日は曇天の雲が空いっぱいになるというような雰囲気で描きますよ。はい。これもですね、こうやって、なんとなく形をつかんで、そしてそれを少しソフトにして雲の雰囲気にしていきます。お水、絵の具が流れてきますからね。こういうとこね、アウトラインを少しこうやってソフトにすると、ほら、ね、空にぴったりとはまり込んだ雲に見えるでしょ。さあ、いいかな。いや、だんだん、これは、大きな木の間から見える空の色を塗ってですね、今度は建物に行きましょう。はい。ねえ、水彩ってのは楽しいですね。紙の上で混色するってのがね、いいんですよね。はい。ちょっとこんな感じかな。はい。柴崎、太い筆使ってるでしょ？でもこの筆も、この先端の方だけ使うとね、結構細い線も描けるんですよね。はい。色を重ねて、建物の日向と日陰をちょっと描き分けています。うんと暗い色を入れるといいですね。このくらいのコントラストですね。軒下の日陰ですね。これで建物の存在感がはっきりしてきます。
さあ、それでは、ね、このお家に続く道の、斜面ですね。土手の部分を塗っていきます。もう、初夏に入りましたので、本当にね、緑が綺麗ですね。たっぷり絵の具で描きましょう。ここもね、道の斜面の部分です。そして、これが突き当たりの斜面の部分ですね。明暗のコントラストを強くします。そして、大きなパターンができたら、その中にまた重ね塗りして、少しずつ細部を書き込むという手順ですね。それでは、一番今度は遠くの部分ですね。単純化で書きましょう。木のシルエットです。そして、このね、建物の後ろに、立っている大きな木ですね。ここまで書いてくるとね、王子の形も随分はっきり見えてきたでしょ。さあ、今度は筆を割ってその先端で、後ろの木の葉っぱですね。あの間から、空が覗いてます。今、柴崎使っているのはね、20号の太い筆なんですけども、その1本の筆をね、もういろいろな使い方をしてね、表現に多様性を持たせると。これがね、こういう工夫も楽しいんですよね、書いていて。さあ、どんどん色を入れていきましょうね。今描いている部分は、絵の中で全体に暗いパターンに値する部分ですね。ね、ちょっと、爪で引っかいてますよ。こうやって樹木のね、葉の形とか、色の変化とかね、観察しながら描くっていうのは、もうとても興味が尽きないんですね。こちらの方は少し単純化をします。やっぱりこの書き込むとことそうでないとこというね、このリズムはやっぱり大事かなと柴崎は思ってます。はい。今、お水を飛ばしましたよ。ね。前に塗った絵の具がちょっと溶けて面白くなったでしょ。どうでしょうか。ね。このお家の後ろの林が見えてきましたね。今、引っかきの棒で引っかきました。そして細筆で、木の枝や細部をちょっと描いてます。こんな具合ですね。やっぱりこういうことができるのも、まずは大きい筆で描いてるから、ということができますね。さあ、どうかな明るい日差し見えてきたかな。では、ちょっとね、この土手の斜面のね、
今咲いてるね、草花をちょっと描きますね。はい。さあ、ではね、ちょっと細部を調整して、どうでしょうか。ねえ。さあ、初夏の気持ちいい風の中で、はい、出来上がりです。はい、描き上がりました。どうかなねえ。今日雲がすごく多かったんですけどね。はい、楽しんでいただけたら、柴崎もとっても嬉しいです。ということで、今回はここの風景を描きました。ね、また違う庭園の風景描いてみたいと思います。それまでお元気にね、お過ごしくださいね。はい、どうもありがとう。はい。柴崎春道公式オンラインサロン、シバーツメンバー募集中だよ。シバーツなら YouTube では話せない柴崎の特別なライブ配信を月1でお届け。さらに専用のアプリでメンバー同士がいつでもつながって楽しくやり取りができる。もちろん柴崎も頻繁に書き込みやコメントを返しています。柴崎がリアルタイムで、水彩画の基礎をあなたに分かりやすく教えるオンライン水彩画講座。メンバーになると割引価格で受講いただけます。毎月柴崎から出されるお題でチャレンジするお絵描きの会。出来上がった作品は柴崎がオンラインで公表いたします。メンバーが一堂に会して楽しくおしゃべりできるオンライン交流会。毎回大盛り上がりで時間があっという間に経ってしまいます。さらに柴アツメンバーなら柴崎に直接質問のし放題。オリジナルグッズも特別価格でご購入いただけます。そんな柴アツのメンバーが先日銀座の画廊でグループ展を開催。たくさんのお客様にご来場いただき、素晴らしいイベントになりました。さあ、いかがでしたか？会社や学校、地元の人間関係とは異なるアートが大好き、描くことが大好き、そんな仲間が笑顔で集う場所。それがシバーツです。詳しくは概要欄をチェックしてね。待ってます。よろしくお願いします。